ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。少し前に年が明けたと思ってたら、もう4月ね。気温もやっと上がってきたな。3月は寒かったり暑かったり安定しなかったわよね。年々、異常気象が当たり前になってきてるよな。新作発表があったから、ランナーさんも増えたんじゃない？新作を見て、マラソンを再開したランナーさんもいるかもな。新作の発売はまだ先でしょ？先だけど、ロレマラは覚えてもらうことが大事だからな。買いに行けば買えるってもんじゃないものね。ロレマラの話をしてたら、体がうずうずしてくるよな。視聴者さんにも禁断衝動が出ている人がいるかもね。住んでいる地域の近くに正規店がない人もいると思うから、今日は4月前半の状況を簡単に解説していくぜ。制限中で正規店が遠い人はなかなか行けないわね。新作発表後で状況が変わったかも気になるしな。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。腕時計やロレックスに興味がある人は、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。感想をコメントに残していただけるとすごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。正規店巡りはいつ行ったの？せっかくなので混んでいる状況が見たくて週末に行ったぞ。制限中で並べないし、様子を見るだけなら、週末の方が状況がわかりやすいわね。時間も、13時半頃に到着したぜ。お昼過ぎで良い時間帯かもしれないわね。普段は15時過ぎぐらいが多いから、少し早い時間帯だな。制限中でもワクワクしちゃう？楽しい気分になるよな。その日は天気も良くて散歩にも最高の日だったぜ。桜も見頃だったんじゃないの？少し葉桜になってたけど、綺麗だったぞ。花見はいいわね。高島屋から大丸に向かう道でイベントもやってたな。週末で人でも多かったんじゃない？人手はどこも多かったな。異国の方がすごく多い印象だったぞ。異国の方からしたら、日本の物価は安いんでしょうね。ロレックスも買い漁られて海外に流れてしまってるよな。総理大臣が頼りないのよ。セイコー GS のヴィンテージ時計も海外に輸出してそうで、今のうちに購入しておいた方がいい気がして焦るぜ。なくなってからじゃ遅いわよね。ほんと、景気対策をしっかりやってほしいよな。今の政府には期待しても無駄なだけよ。霊夢は手厳しいな。それで、今日も三越前で降りてスタートかしら？そうだぜ、順路を守らないと道を間違えそうだからな。マリサの方向音痴ぶりには呆れるわね。三越でも油断していると、エスカレーターを3階で降りて、連絡通路を通って本館に移動しないといけないんだけど、エスカレーターで3階を越えてしまうことがたびたびあるぜ。ぼーっとしてるからでしょ。どちらかというと、ワクワクしすぎて色々考えてるうちに、降りる階を忘れてしまうんだよな。それで、三越本店はどうだったの？ちょっとはっきり言ってもいいか？何よ、急に。三越本店は外商だけで売り上げ足りるぐらいあるのかな？どうしたのよ？今日なんて週末で三越自体の人でも多かったから、周りのオメガやカルティエのお店の方がお客さんもいたぞ。そうだったのね。オメガやカルティエも実際に購入してくれて、売り上げに繋がったかはわからないけど、接客を頑張ってたぜ。ロレックスにはお客さんが来てないのかしら？来てるとは思うぞ。ただ、希望を聞いて在庫確認してありませんでしただと、滞在時間は数分になってしまうよな。体験からしてそうよね。今日もお店の前を通りかかった時は、カウンターの前で、スタッフさん5人で楽しそうに会話してたんだよな。じゃあ、お客さんはいなかったのね。一人もいなかったぞ。三越本店はいつも並びもなく暇そうよね。日本橋三越本店だぞ。テナント料だって高そうだろ？きっと高いんじゃない？そうだろ。ということは、一般客の売り上げがなくても大丈夫なぐらい、外商や常連客の売り上げがあるはずだと思うんだ。そういうことかもしれないわね。同じ堀田系列のロレックス銀座本店なんて、抽選予約に当たらないと購入できないのに、来店されたお客さんにすごく丁寧に接客して説明してたぞ。銀座本店に行ってきたの？新作情報の話が聞きたくて行ってきたぜ。どうだったの？その話は後でするぜ。そうね。話が脱線しちゃうわね。同じ系列ですごくギャップを感じて違和感があるんだよな。そんなに？銀座本店は何度か覗いたことあるけど、いつもスタッフさんの接客は素晴らしいぞ。そうなんだ。ロレマラ中に立ち寄ると癒されるオアシス的存在だ。スタッフさんからしたら、少し迷惑なお客かもね。そんな頻繁に行くわけじゃないぞ。同じ系列ならサービスの質も同じにしてほしいわね。外商客や常連さんに回す在庫しかないのか、一般ピーポーにはハードルが高い店舗なんだよな。愚痴が止まらないから次へ行きましょ。ナイスフォローだぜ。次は、高島屋ウォッチメゾンね。向かう途中の桜が綺麗だったぜ。高島屋も、最近はお客さんが少ない感じだったわよね。正月明けから並びが少ない印象だな。新作発表の影響でお客さんが増えたかしら？
高島屋は外から見えるから、外から覗いてみたけど、8組ぐらい並んでいる人が見えたな。高島屋にしては少ない感じかしらね。そうだな。週末のお昼過ぎだから、もう少し並びがあると思ってたな。新作発表されただけで販売はされてないもんね。ランナーさんにとってはまだ発売されてないのは常識だぜ。暖かくなってきてマラソンもしやすくなるから、これからランナーさんも増えてくるかもね。そうかもしれないな。この日は暖かくてマラソン日和だったぜ。次は、大丸東京ね。大丸東京は人混みがすごかったぞ。場所が場所だから観光客も多いんじゃない？確かに異国の人が多かった印象だ。ロレックスはどうだったの？並びのお客さんは5組だったぜ。大丸東京もお客さんがまだまだ戻りきってないわね。店内を覗いてみたけど、それなりに忙しそうな雰囲気はしたぞ。そうなの？ちらっと見ただけだから確かじゃないけど、提案を受けているか、試着させてもらっている人が見えたぜ。それはちょっとざわついちゃうわね。なんとも表現しづらい雰囲気なんだよな。希望モデルが購入できてたらいいわね。ほんと、そう思うぜ。最後は銀座並木通りね。レ夢ムもロレマラできそうだな。マリサと違って方向音痴じゃないしね。それで並木はどうだったのよ？外には4組並んでたぜ。並木もそこまで並んでいないわね。外から見ただけだけど、店内は賑わっている雰囲気がしたな。販売員さんも新作発表で気合が入ったのかもね。そうだとお客さんも嬉しいよな。新作発表の話題で盛り上がれるもんね。新作の話題を出して反応が薄かったらがっかりするよな。あ、そういえば、新作のことを聞きに歴史や銀座本店にも行ったのよね。そうなんだ。新作の入荷がいつ頃になるか興味があるだろ？それはみんな興味があるでしょうね。そうだろ。いつ頃かわかったの？いや、わからなかった。ダメじゃない。まだいつ頃入荷するかわからないことがわかったぜ。それじゃ意味がないじゃない。マリサの役立たず。それはいくらなんでも言い過ぎじゃないか？大体の目安ぐらいも聞けなかったの？例年なら夏頃じゃないかと言ってたぜ。そんな情報でもいいのよ。そうなのか？近くに正規店がない人は簡単には聞きに行けないんだから。それなら、ステンレスは夏頃でも貴金属系は、もっと遅くなるんじゃないかと言ってたぜ。貴金属系は入荷も少なそうだしね。あと、ランドブエラーへの問い合わせも多いと言ってたぞ。完全新作だから注目度も高いわよね。ロレックス初のハイビートにはグッとくる思いがあるぜ。そうなの？エルプリデイトナの話を前にしただろ。憧れのデイトナの話だったわよね。エルプリデイトナの発売が1988年だったんだ。37年も経つのね。この時は高精度を生み出すハイビート仕様から、振動数をあえて落とすことで、耐久性を重視した設計に変更してたんだ。聞いたのを思い出したわ。ロレックスが2000年に自社製ムーブメントを搭載した、リファレンス116520を発売してから現在の最新モデルさえも、ハイビート化は実現できていなかったんだ。ゼニスの技術力の凄さが伝わる話でもあるわね。もちろん、ゼニスはすごいんだぜ。そんなロレックスが満を持して発表したムーブメントだ。それは胸熱な話ね。そうだろ。次世代のデイトナはハイビートになるかもしれない。そんな妄想や期待が膨らむ話でもあるんだ。ラウンドブエラーの購入に興味がない人でも、他のモデルにも搭載される可能性があるなら、話は違うわね。それぐらいの革命的ムーブメントかもしれないぜ。ステンレスデイトナがハイビートで裏付け仕様になったら、今以上に人気が出て入手困難になっちゃうかもね。そうだけどワクワクするし、ロレマラも盛り上がりそうだよな。今後もロレックス沼から抜け出せないわね。趣味の世界だから、どっぷり使ってもいいんじゃないか？夢中になれる趣味があることはいいことよね。その分仕事の励みにもなるはずだしな。そうね。家族や人に迷惑をかけない範囲で楽しみましょう。そこは大事だぜ。今回の小話はいかがでしたか？チャンネルや動画に少しでも興味を持ってくださったり、面白いと感じてくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、動画作成の励みになるので、ぜひお願いします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、お時間がある時にもう一本視聴していただけますと、すごく嬉しいです。感想もコメントに残していただけますと、すごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。